君のような人間はもう必要ない。クビだ。社長室でその言葉を突きつけられた俺。広々とした社長室で俺は立ちすくんでいた。理由はわかってるよな。君の仕事ぶり、非効率すぎる。君が頑張って一つ仕事を終える頃、他の人は三つ仕事こなしてるんだよ。明らかに遅いよね。確かに、俺のイラストは他の人より時間がかかる。でも、それは魂のこもった作品を作りたいからだ。納期ギリギリまで現場に足を運び、人物の表情を書き込みたいから。それなのに、社長は俺の体のことにまで言及してきた。正直、見ていて気が重いんだよ。お前の不自由な足。それを引きずって現場に行って、同情でも買おうとしているのか？クライアントだって気を使ってるんだよ。魂がこもってますなんてお世辞に決まってる。本音は、この人を切ったらかわいそうって思ってるんだよ。そんなこともわからないのか？その言葉に思わず拳が震えた。わかりました。そうして俺は会社をクビになった。しかし、このことが、後に俺の人生を大きく変える転機となる。そして、社長は俺をクビにしたことによって、裁きを受けることになるのだった。俺の名前は今野裕二。中学2年生でサッカー部のエースストライカーだ。まあ、正確に言えば、だったかもしれない。今、病室のベッドに横たわりながら、真っ白な天井を見つめている。柔らかな日差しが窓から差し込んでくる。どこからともなく聞こえてくる子供たちの声が、まるで、数週間前の自分を思い出させるように胸に響く。ベッドサイドの棚には、チームメイトやクラスメイトたちからのお見舞いの色紙が置いてある。みんなの励ましの言葉が書き込まれているけど、一番の親友であり、同じサッカー部である、伊達からの直筆メッセージだけはどこにも見当たらない。コーチや彼の両親と共に見舞いに来てくれたとき、伊達は俺の顔もまともに見ようとしなかった。親友のはずなのに、今は話すことさえできない。ため息が漏れる。伊達のことを考えると胸が締め付けられる。一緒に過ごした時間が走馬灯のように頭の中を駆け巡る。思えば、伊達との出会いは中学入学式の日だった。たまたま隣の席になって、二人ともサッカー好きだと分かった時の喜びは今でも覚えている。おい、カンナ、放課後一緒にボール蹴らないか？練習しようぜ。伊達は超お金持ちの家の息子だった。高級なスパイクを履き、最新のウェアに身を包んでいた。でも、そんなの関係なく、純粋にサッカーを愛していた。サッカー部での練習後も二人でボールを追いかけた。部活が終わった後、いつもグラウンドに残って特訓するのが日課だった。汗を拭いながら伊達が笑う。その頃から、俺たちの噂は中学サッカー界で広まり始めていた。県大会の時には、観客席に時々、スーツ姿の大人たちが現れるようになった。後で聞いた話では、J リーグのスカウトだったらしい。あの二人、面白いコンビネーションをするね。中学生とは思えない動きだな。将来が楽しみな原石だ。そんな声が、時々耳に入ってきた。ある日の練習後、顧問の先生が、俺と伊達を職員室に呼び出した。何かあったのかと不安だったけど、先生の表情は明るかった。実はな、プロのユースチームから声がかかっているんだ。その言葉に、俺は思わず息を飲んだ。二人とも一緒にという条件付きでね。君たちのコンビネーションに目をつけてくれたんだよ。伊達が、俺の腕を掴んで揺さぶってきた。すげえ！今度聞いたか？ああ、でも。なんだよ。お前と一緒じゃなきゃいかないからな。そう言うと、伊達は満面の笑みを浮かべて、俺の肩を叩いた。当たり前だろ。俺たちは最強のコンビなんだからさ。来月の県大会には、そのユースチームのスカウトも見に来るという。二人の夢は、すぐそこまで手が届きそうだった。よーし、もっと練習しようぜ。ああ。グラウンドに戻る途中、伊達が空を見上げながら言った。今度、絶対プロになろうな、二人で。ああ、約束だ。その時は、この約束が叶わなくなるなんて想像もしていなかった。運命は残酷な形で俺たちを引き裂こうとしていた。おじいちゃん危ない！試合会場に向かう途中、
車道につまずいて転んだおじいさんを見かけた。そこへ大型トラックが迫っているのが見え、俺はとっさに飛び出した。おじいさんを突き飛ばすことはできた。俺は大怪我を負ったが、命に別状はなかった。しかし、左足に後遺症が残り、選手生命は絶たれてしまった。なんとか希望を見出したかったが、医者からの宣告は厳しかった。完治は難しいとはっきり言われた。普通に歩くことはできるようになるだろうけど、少し引きずることになる。サッカーは、もうできなかった。今野、数日前。伊達が見舞いに来た時の言葉がまだ耳に残っている。県大会負けたよ。お前がいれば。いや、お前がいなくなったせいで、チームの調子が狂ってさ、結局、準決勝で散った。その言葉の後に続いた一言が胸に突き刺さる。伊達の目には涙が浮かんでいた。怒りと悔しさが混ざったような複雑な表情。お前だけでもユースに、その言葉が終わる前に伊達が俺の病意を掴んだ。ふざけんな。無責任なこと言うなよ。叫ぶ伊達の顔は涙でぐしゃぐしゃだった。あの試合、お前がいなくて、俺全然いいとこなかったんだぞ。パスを出す相手がいなくて、シュートも決められなくて、声だってかからなかった。伊達の声が震えている。なんであんなことしたんだよ。なんで見ず知らずの人間のために、俺たちの約束はどうなるんだよ。二人でプロになるって約束したじゃないか。その言葉に何も返せなかった。伊達の気持ちはわかる。中学最後の大会で夢までついえて。もういい。伊達は袖で涙を拭うと背を向けた。その背中が今までで一番遠く感じた。病室に届けられたサッカーリーグの広報誌には、各学校の試合状況が書かれている。ボールを蹴る姿の写真もたくさん。かつては自分の居場所だったあの場所から、俺は永遠に締め出されてしまったのか。日が傾き始め、病室に差し込む光が少しずつ影を伸ばしていく。俺は静かに目を閉じた。これから先、どうやって前を向いて歩いていけばいいのか。その答えはまだ見つからない。それから伊達とは別の高校に入学し、半年が経った。左足を引きずりながら教室に向かう足取りは、まだどこか重い。リハビリのおかげで、普通の生活には支障がなくなったけど、やっぱり、完全な治癒は望めないらしい。今野くんおはよう。クラスメートたちは普通に接してくれる。でも、その距離感が逆に辛い。誰も俺がサッカーをしていた頃を知らないんだ。ここでは、ただの不自由な足を持つ同級生でしかない。昼休み、教室の窓辺にある自分の席からグラウンドを見下ろす。そこでは、サッカー部を中心に生徒たちがサッカーをしていた。ボールを追いかける歓声が風に乗って聞こえてくる。くそ。思わず漏れた言葉を誰も聞いていない。手元の自分のノートを見つめる。机の上に置きっぱなしだった国語のノートだ。気がつけば、端から端までたくさんの絵で埋め尽くされていた。いつからだろう。サッカーを見ていると手が勝手に動いて、ボールやシュートを放つ選手の姿を描くようになったのは、最初は殴り書きのような落書きだった。でも、描いているうちに不思議と心が落ち着くことに気づいた。サッカーができなくなった分、細部にまでこだわって描くようになっていた。蹴った瞬間の足の角度、シュートの軌道、選手の表情。おー、すごいじゃん！突然、背後から声がした。美術部の山下だ。昼休みはいつも一人で絵を描いているやつ。別に、ただの落書きだよ。いやいや、これ本気でうまいって。特にこの動きの表現が。山下は俺のノートを食い入るように見つめている。正直、少し居心地が悪い。サッカー経験者？その言葉に胸が締め付けられる。昔はね。そうか。山下は何かを察したのか、それ以上は追求しなかった。代わりに、一枚の紙を差し出してきた。これ、よかったら応募してみない？県の高校生イラストコンテスト。テーマは情熱だよ。コンテスト。そう。俺も美術部だから応募するんだけど、今度もぜひ挑戦してみなよ。断ろうとした瞬間、山下が付け加えた。今野の絵、見てると胸が熱くなるんだ。きっと、
君の気持ちとか伝わると思う。少なくとも俺には伝わったよ。何がとは言わなかった。俺が傷つくと思って、あえて気持ちを言わないでくれたのだろう。その優しさとともに、コンテストの申し込み用紙を受け取った。そして、山下が教えてくれた画材店で、新しいスケッチブックを買った。表紙を開くと、真っ白な紙が俺を待っていた。その夜、俺は机にかじりついた。大きな画用紙を広げ、鉛筆を走らせる。描いたのは、ゴール前でシュートを放つ瞬間。ボールが空を切り裂く軌道。キーパーの一生懸命な姿。観客の息を飲む表情。でも、どこか足りない気がした。何か決定的な。そうだ。伊達との約束。画面の端にもう一人の選手を加えた。完璧なポジションでパスを出す選手。観客からは見えない。かすかな笑みを浮かべている。スポーツイラスト部門最優秀賞。永遠のパートナー、今野裕二。表彰式で呼ばれた時、信じられなかった。会場には、プロのイラストレーターも来ていた。その人が、俺の絵の前で足を止め、長い間見入っていた。君、イラストレーターになる気はない？何人かに言われたその言葉が、俺の中で何かを変えた。それまで、ただ気持ちを紛らわすために描いていた絵。でも、もしかしたら、これは新しい可能性なのかもしれない。グラウンドでは表現できなくなったサッカーへの思いを、紙の上なら、しかも、選手たちの一瞬の輝きを永遠に残すことができる。その夜、久しぶりに日記を書いた。今日、新しい夢を見つけた。でも、これは逃避じゃない。むしろ、サッカーで培ったすべてを違う形で表現することかもしれない。ふと、窓の外を見ると、満月が優しく輝いていた。今までとは違う光に照らされた道が少しずつ見えてきた気がする。でも、まだ心のどこかで引っかかるものがある。伊達のことをどう伝えればいいんだろう。この新しい夢のことを。俺の絵の中にはいつも伊達との思い出が隠れている。いつか伝えたい。お前とのあの時間が今の俺を作っているって。まるであの頃グラウンドに立った時のような期待と不安が入り混じる気持ち。今度は絶対に諦めたくなかった。その日から俺は絵と向き合い続けた。最初はイラストレーターの言葉がピンとこず趣味のような感覚だった。でも山下が言った伝わるという言葉がどんどん気になり始めた。本当に俺の絵で誰かの心を動かすことができるのだろうか。俺は美術部に入部し、放課後は美術室に入り浸った。山下や顧問の先生から基礎を教わり、技術書を読み漁り、ネットで技法を学んだ。土日は街に出て、スポーツ観戦のスケッチを重ねた。足は思うように動かなくても、手は動く。今度は途中で諦めたりしない。高校2年の冬には、県内のイラストコンテストで特選を受賞した。でも、まだ足りない。もっと大きな舞台で戦いたい。そんな時、山下が教えてくれた。今野、これ見てよ。全国規模のスポーツイラストコンクールだって。チラシには、第30回、全国スポーツイラストコンクールと書かれていた。主催は、大手デザイン会社のクリエイティブビジョン。プロの審査員も参加する本格的なものだ。締め切りは、高校3年の夏、あと半年。よし。これが自分の実力を試す最後のチャンスになる。応募作品は何度も描き直した。キャンバスの前に立つと、あの日々が蘇ってくる。伊達とのプレー、チームメイトとの笑顔、観客の歓声、そして今、コンクール会場に向かう。夏の日差しが照りつける中、決戦の舞台へと足を進めた。高校生活最後の夏。これまで数々のコンクールに応募してきたけれど、今回は特別な思いがあった。テーマは時。3年間、一生懸命描き続けてきた。プロのイラストレーターになるという夢を追いかけて。でも、まだどこか自信が持てない自分がいる。本当に、この道でいいのか。展示会場に入ると、ひときわ大きなポスターが目に入る。第30回、全国スポーツイラストコンクール。主催、株式会社クリエイティブビジョン。展示されている作品の前で、審査員たちが熱心に話し合っている。その中の一人の後ろ姿に、どこか見覚えがある気がした。あれ、
その時、その人物が振り返った。おや。3年前、あの交差点で、俺が命がけで助けたおじいさんだった。今野くんじゃないかね。年老いた紳士の穏やかな笑顔。杖をつきながら、ゆっくりと近づいてくる。名前は、笹野さんという。俺の入院中にも何度も見舞いに来てくれたり、退院の日には、車の手配までしてくれた。お久しぶりです。久しぶりだね。少し見ない間にまた背が伸びたようだ。はい。去年より5センチ伸びました。それは。ところで、笹野さんはどうしてここに？ああ、このコンクールはうちの会社が主催なんだよ。え？俺はポカンと間抜けな顔をしてしまう。今日の主催は、株式会社クリエイティブビジョンで、じゃあ笹野さんが、クリエイティブビジョンの社長さん？そうだよ。このコンクールを始めて30年になるんだ。俺の目が驚きで見開かれる。クリエイティブビジョンは、業界でも指折りの大手デザイン会社で憧れの存在だった。そして、君の作品を見せてもらったがとても驚いたよ。まさか、あの時の少年がこんな素晴らしい絵を描くとは。笹野さんは、俺の出展作品の前に立ち止まった。大きなキャンバスいっぱいに描かれたサッカーの試合の一場面。ゴール前での最後の攻防、守備と攻撃が交錯する瞬間を、俺なりの解釈で表現した作品。このシュートを放つ選手の表情、ボールに向かって伸びる指先、キーパーの一生懸命な形相、観客の息遣い、すべてが生きている。笹野さんの言葉に思わず目頭が熱くなる。俺が経験して、今でも夢見ている世界が絵に閉じ込められているから。でもね、今野くん。私が一番心を打たれたのは、この躍動感だ。これは、ただサッカーを見て描いた絵じゃない。この中に君自身がいる。その言葉に胸が締め付けられる。この角度、この緊張感、この高揚感。これは、実際にピッチに立ったものにしか描けない。君は今でも、ここで戦い続けているんだね。はい。涙が溢れ出す。絵に込めた思いを、こうして理解してくれる人がいることが救いだった。一生懸命こらえようとしても止まらない。あの日からどれだけ苦しんできたんだろう。諦めきれない思い、引きずる後悔、消えない未練。でも、絵を描くことで少しずつ前を向けた。それでも本当にこれで良かったのか。まだどこか迷いがあった。今野くん。笹野さんの声に顔を上げると、温かな笑顔が向けられていた。君が良ければうちで働かないか。突飛な提案にパタリと涙が引っ込む。でも、俺はまだ高校生で。構わない。高卒での採用枠があるからね。なんと返事をしていいかわからない俺に対して、笹野さんは静かに首を振った。誤解しないでほしい。私は命の恩人だから雇うわけじゃない。ゆっくりと俺の作品を指さす。この絵を見てごらん。君の絵にはそこにいた人間にしかわからない躍動感がある。見る者の心を揺さぶる力がある。それは紛れもない才能だ。笹野さんの言葉が心の奥深くまで染み込んでくる。君はまだピッチに立ち続けているんだよ。ただ、表現する方法が変わっただけ。むしろ、あの経験があったからこそ、こんな素晴らしい絵が描けるようになった。これまでの君の戦いは無駄じゃなかった。これからも、君なりの戦いを続けていけばいい。その舞台として、うちに来てみてはどうかと思ったんだよ。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。俺は夢へと一歩近づけたのだ。努力が報われた。今回はまだ諦めなくていい。深々と頭を下げる俺に、笹野さんは優しく肩を叩く。それとおめでとう。君の作品がグランプリだ。その言葉が俺の人生を大きく変えた。4月からクリエイティブビジョンでの研修が始まった。最初は不安だらけだった。高卒の新入社員は珍しく、同期は全員大卒で年上。でも、笹野さんの言葉を胸に一生懸命食らいついた。
今野くん、君の絵には魂がある。自信を持って。研修中も、笹野さんは、時々様子を見に来てくれた。厳しい指導の中でも、その温かな眼差しが、どれだけ支えになったことか。入社してから5年、俺は自分なりのスタイルを確立してきた。今野さんの絵には魂が宿ってる。そう言ってくれるクライアントは少なくなかった。特に、スポーツ関連の仕事では、必ず指名が来るようになっていた。それは、俺にしか描けない視点があるからだと自覚している。このシーンの選手の表情、まさにこんな感じでした。この瞬間の緊張感が伝わってきます。ここまで選手の気持ちを理解してもらえるなんて、現役選手からそんな言葉をもらえるのが何より嬉しかった。笹野さんは、そんな俺のやり方を常に支持してくれた。今野くんの強みはその経験値だよ。君は実際にあの場所に立っていた。だからこそ、選手の内面まで描ける。でも、すべてが順風満帆というわけじゃなかった。去年の春、笹野さんが年齢柄社長職を退き、専務だった息子の大和が社長に就任した。それ以来、社内の空気が変わった。今野さん、また納期遅れですか？今日も、大和社長に呼び出された。机の上には、進行中のプロジェクトの資料が広げられている。申し訳ありません。もう少し時間を。他のデザイナーなら、とっくに上がっているはずですよ。大和社長の冷ややかな視線が胸に刺さる。確かに、俺は人より時間がかかる。でも、それには理由がある。クライアントの要望を聞き、現場に足を運び、選手たちの声を拾う。時には練習を見学させてもらい、チームの雰囲気まで感じ取る。それは、笹野さんに教わったクリエイターとしての姿勢だった。まあ、父の時代とは違いますからね。大和社長はため息混じりに続けた。今は効率が重要なんです。スピーディーな納品、それが求められる時代ですよ。質より量です。程よく手を抜いてもらわないと。こっちはビジネスですよ。言葉の端々に皮肉が込められている。御社の強みは選手の内面まで描ける点だと伺っています。先日、あるクライアントがそう言ってくれた時の喜びが、今は重荷になっている。今野さん、これからは簡略化してください。そんな時間かけなくても、それなりのものは作れるでしょ。それなり。その表現がどれだけ難しいか。デスクに戻ると、新しい仕事の資料が置かれていた。高校野球の広告ポスター。監督と選手たちの思いを形にする大切な仕事だ。今野さん、また現場に行くんですか？隣の席の後輩が心配そうに声をかけてくる。ああ、でも社長が。その言葉を遮るように俺は立ち上がった。確かに、今の会社は効率を重視する。でも、俺には譲れないものがある。現場の空気、選手たちの表情、かける思い。それを描かずして本物の絵が描けるはずがない。足を引きずりながら歩く姿を大和社長は心よく思っていない。それもわかっている。でも、この足があるからこそ、描ける世界がある。せっかく動くんだから、自分のできる範囲でやり遂げたい。笹野さんの言葉を思い出す。君はまだピッチに立ち続けているんだよ。そうだ。俺は逃げない。今度は絶対に。課長、高校まで行ってきます。ああ、気をつけて。でも納期は。必ず間に合わせます。かつて、ボールを追いかけた時と同じように、今は思いを追いかけている。たとえ、周りから理解されなくても、これが俺のやり方だ。電車に揺られながら、スケッチブックを開く。今日会う選手たちのどんな表情が描けるだろう。どんな思いを紙の上に刻めるだろう。頭の中では様々なイメージが湧いていた。高校野球の取材から戻ると、大和社長からまた呼び出しを受けた。ああ、今野さん。お疲れ様です。またフィールドワークですか？社長室に入ると、彼は窓際に立っていた。振り返る表情には、いつもの皮肉な笑みが浮かんでいる。はい、選手たちの練習風景を見てきました。まあそういう、こだわりはわかりますけどね。大和社長は、高価そうな椅子に腰を下ろすと、机の上の書類に目を落とした。今野さん知ってます？うちの新入社員。美大の引率なんですよ。
あの難関美大でデザイン学科首席だったとか。はい。彼女、今回のポスター案、もう3案出してきてるんですよ。現場にも行かずにね。言外に込められた意味が胸に突き刺さる。それにね、大和社長は高級そうな万年筆でデスクを叩きながら話し始めた。今回の高校野球のポスター、他の広告代理店にも発注が出ているんですよ。競合なんです。わかります？ゆっくりと視線を上げる大和社長。その目には今までにない冷たさが宿っていた。今野さんみたいに不自由な体で現場に行って時間をかけて、それって正直非効率的なんですよ。私は芸大で、まあ、上位の成績で卒業しましてね。プロとしての目線というものがあるんです。その視点で見ても、あなたの作品の効率を犠牲にしてまで、フィールドワークが必要だとは思えません。社長、確かに時間はかかっていますが。今野さん。大和社長は静かに言葉を継いだ。俺は黙ってうなずく。この先に何が来るのか、うすうす感じていた。正直に言いましょう。父はあなたを恩義で採用したんでしょう。でもビジネスに善意は不要です。コネで入社された方が、いつまでも特別扱いを求めるのはいかがなものかと。違います。俺は一生懸命声を絞り出した。笹野さんは私の絵を評価してくださって。わかってますよ。あの日父を助けてくれた。だからあなたの絵に色眼鏡をかけてしまう。違います。思わず声が大きくなる。自分は絵で勝負したんです。コンクールで優勝して、笹野さんは俺の実力を認めてくれて。今野さん。大和社長は冷ややかな目で俺を見た。正直、見ていて気が重いんですよ。足を引きずって現場に行って、道場でも買おうとしているんですか？その言葉に思わず拳が震えた。クライアントだって気を使って褒めているだけでしょ。魂がこもってますなんてお世辞に決まってる。本音はこの人を切るに切れないって思ってるはずですよ。大和社長は高価な革靴でゆっくりと俺の周りを歩き始めた。父は善意で雇ったんでしょうが、ビジネスに人情は不要です。障害者枠で入社したわけでもないのに、なぜそんな特別扱いを期待するんですかね。他のデザイナーは効率的に仕事をこなしている。でもあなたは、その体で無理して現場に行って、見てる方が痛々しい。周りに迷惑をかけているって、本当に分かってないんですね。その言葉一つ一つが、刃物のように胸をえぐっていく。見苦しいですよ。その体で頑張ってますって見せつけるの。慈善事業じゃないんですから。その言葉が最後の引き金になった。翌日、人事部から呼び出しがあり、解雇通知を渡された。理由は、業務効率の著しい低下。期日遵守の意識の欠如。俺はうなだれながら会社を後にした。退職から3ヶ月、履歴書を携えて、同業他社数十社の面接を受けた。でも、どこも同じだった。申し訳ありませんが。面接官の言葉はいつも途中で止まる。これまでの実績を話しても、受賞歴を見せても同じ反応だった。やがて分かってきた。大和社長の影が業界中に広がっていること。デザイン業界は狭い。大手のクリエイティブビジョンの評判は確実に響いていた。足のことなら、ある面接で思い切って切り出してみた。でも、面接官は慌てて首を振る。いえ、そういうことでは。その後の言葉はもう聞き飽きていた。貯金は底を突きかけ、家賃の支払いも厳しくなってきた。それでも、スケッチブックだけは手放せなかった。電車に揺られながら、次の面接先に向かう車窓に映る自分は、随分と疲れた顔をしていた。ここがアートブレイン。古びたビルの前で社名を確認する。倒産寸前と噂される小さな制作会社。もう、ここが最後のチャンスかもしれない。エレベーターを降りると、少し狭いオフィスが目に入った。デスクは数台しかない。壁には過去の作品が貼られているが、色あせている。はい、どちら様でしょうか。振り返ると、30代後半くらいの女性が立っていた。凛とした佇まいで、知的な雰囲気を漂わせている。面接に。あ、今野さんですね。私が社長の志田です。その言葉に少し驚く。噂では、この会社の社長は
若い女性だと聞いていたが、まさかこんなに。どうぞこちらへ。案内された応接スペースは狭かったが、窓からの光が明るく差し込んでいた。まさか、最初から社長面接なのか。だが、上辺のやりとりはいらないし、合否結果を待つ時間もいらない。シンプルでいいと思った。で、ポートフォリオをご提出いただけますか？はい。差し出したスケッチブックを、志田社長はゆっくりとめくっていく。時折、小さくうなずきながら、一枚一枚丁寧に見ていった。そして、ある一枚で手が止まる。これは、高校野球ですか？はい。先日の県予選の。選手の表情が生きていますね。まるでその場にいるような。はい。実際に現場に行って、選手たちの声を聞きながら描いています。え？志田社長の目が真剣な表情に変わる。そういった取材はいつもされるんですか？はい。その場の空気を絵に落とし込みたいんです。時間はかかりますよね。その言葉に、俺は息を飲んだ。また同じことを言われるのか。効率が悪いと。でも、志田社長の次の言葉は予想外だった。素晴らしいです。え？こういう仕事の仕方こそ、私たちの理想なんです。志田社長は立ち上がると、窓際に歩み寄った。正直に申し上げます。うちは今、風前の灯火のような状態です。振り返る表情には、悔しさが滲んでいた。大手との競争で、どんどん仕事を失っている。でも、私は諦めたくない。志田社長の声には、強い意志が感じられた。安かろう悪かろうの仕事はしたくない。一つ一つの仕事に魂を込めたい。そのために、経営が危ういことは分かっています。でも、ただのビジネスだけで済ませたくないんです。その言葉が胸に響く。今野さん、あなたの給料は前職の5倍出させていただきます。え？突然の提案に耳を疑う。でも、それだけの覚悟を持って働いていただきたい。うちの命運は今野さんの腕にかかっています。志田社長の真摯な眼差しに言葉を失う。時間はかかっても構いません。でも、魂のこもった仕事を。それが私の求める仕事です。気がつけば、俺は深々と頭を下げていた。よろしくお願いします。その日から、アートブレインでの新しい生活が始まった。最初の仕事は、地元のプロバスケットボールチームのポスター制作。普段通り、練習に足を運び、選手たちと話をする。いつもこんな詳しく取材してるんですか？練習後、若手のフォワードが驚いた声を上げた。俺のスケッチブックには、彼のシュート場面が何十枚も描き込まれている。一連の動作をコマ送りのように細かく。毎回こんなに時間をかけて、普通の取材なら写真を数枚撮って、選手に2、3個質問して終わりなんだがな。確かに、他の広告会社やデザイン事務所のスタッフは1時間もしないうちに引き上げていく。でも、俺にはそれじゃ物足りない。これ、昨日の練習の時の俺たちじゃないか。毎日来てたんだ。スケッチブックをめくると、連日の練習風景が現れる。選手たちの驚きの声が重なる。でも、なんでそこまで？キャプテンが不思議そうに尋ねる。その問いに少し考えてから答えた。魂の入った絵を描きたいんです。それには、皆さんの一瞬一瞬の思いを確実に掴み取らないと。選手たちは黙ってうなずいた。そして、キャプテンが突然笑顔になる。よし！じゃあ、俺たちも協力しようぜ。今野さん、明日もここに来るんでしょ？戸惑う俺に、選手たちが次々と声をかけてくる。そして帰り際、キャプテンが肩を叩いてきた。俺たちの思いを絵にしてくれてありがとう。その言葉に涙がこみ上げる。かつてピッチに立っていた時と同じような、チームの一員として認められた気がした。ただの取材者じゃない。共に戦う仲間として。途中経過を見た志田社長が静かに微笑んだ。これです。私が求めていた作品は。その言葉に背筋が伸びる。完成したポスターは街中で評判になった。SNS では選手の表情が生きている。チームの思いが伝わってくる。このイラストレーターさんみたいな絵が描きたいといった声が溢れた。それをきっかけに少しずつ仕事が増えていく。このクオリティなら御社に頼みたい。
クライアントからの直接指名も増えてきた。効率や低価格を売りにする大手には出せない、丁寧な仕事が評価されるようになってきた。半年が経ち、会社の雰囲気も変わってきた。売り上げは少しだが、確実に右肩上がりになっている。新しい社員も増え、オフィスは活気づいていた。ある日、志田社長が俺を呼んだ。実は重要な案件が来ているの。差し出された資料には、全国規模のスポーツユニフォームのロゴが踊っていた。大規模なキャンペーンですね。でも、なぜうちに？あなたの作品を見て、直接指名よ。志田社長の顔には、誇らしげな表情が浮かんでいた。今野さんの描く選手たちの表情に魅力を感じたと。その言葉に目頭が熱くなる。社長。ありがとう、今野さん。あなたのおかげで会社が息を吹き返したわ。窓の外では夕日が燃えるように輝いていた。かつてないほどの大きな仕事。でも怖くはなかった。なぜなら、この会社には魂がある。そして、俺の中にもまだ戦う気持ちが燃えていたから。今野さん、今日は少し飲みに行かない？オフィス近くの小さな居酒屋。カウンター席で志田社長が生ビールを一気に飲み干した。はぁ、生き返る。いつもの凛とした雰囲気が崩れて少し砕けた口調になる。頬が赤くなってきた彼女はグラスを置きながら懐かしそうに笑った。実はさ、私昔は大手にいたの。バリバリのキャリアウーマンでさ。へえ。でもね、嫌になっちゃった。数字ばっかりの毎日に、もっと本物の仕事がしたいって。2杯目を継ぎながら彼女は続けた。周りは反対したよ。女性一人で会社なんてって。でも、貯金切り崩して起業しちゃった。できるって信じてたから。グラスを覗き込む目が少し潤んでいた。最初は順調だったのよ。でもだんだん、早く安くって言われるようになって、みんな離れていって。軽く鼻をすする音が聞こえた。もうダメかもって思ってた時に、今野さんと出会って。彼女は俺の方を向いた。顔が赤いのは、もうお酒のせいだけじゃないかもしれない。諦めかけてた私が、もう一度夢見ていいんだって思えたの。彼女の瞳が潤んでいて、その中に俺の顔が映っているのが見えた。カウンターの照明が、その瞳をやけに綺麗に照らしていた。今野さんには本当に感謝してる。ありがとう。まっすぐな視線に思わず心臓が跳ねた。距離が近すぎて慌てて目をそらす。おかわりもう来てますよ。グラスを手に取りながらようやく落ち着きを取り戻した。喉が渇いていたのかビールが心地よくしみる。でも俺こそ感謝してるんですよ。グラスを置いて真剣な表情で彼女を見た。前の会社をクビになった時、もう終わりだと思ったんです。俺の描き方じゃ、もうイラストレーターは続けられないって。でも、志田さんは俺の仕事を認めてくれた。それが何より嬉しかった。今度は彼女が目をそらす番だった。耳まで赤くなっている。もう一杯頼もっか。慌てて店員を呼ぶ彼女を見て、思わず笑みがこぼれた。なんだか、お互いに素直になれた気がする。数週間後、大手スポーツメーカーのコンペに参加することになった。新しいブランドキャンペーンの企画案を提出する重要な案件だ。この案件の規模はアートブレインにとって今までで最大級。テレビ CM、全国の駅広告、スポーツ専門誌の一面広告、そして SNS での展開まで全てを一社で担当することになる。予算規模も桁違いだ。これは単なる広告の仕事じゃない。もし成功すれば何百万人もの目に触れることになる。アートブレインの、いや、俺の絵が日本中の人々の心に届くかもしれないんだ。その重みを考えると少し息が詰まる。でも、それと同時に血が騒ぐような高揚感も感じていた。よろしくお願いします。クライアントのオフィスに入ると、思いもよらない人物の背中が目に飛び込んでくる。大和社長。向かいの席に座っていたのは、間違いなく、クリエイティブビジョンの大和社長だった。彼は、俺を見ると意外そうな顔をする。おや、今野さん、お久しぶりですね。お久しぶりです。今回のキャンペーンは規模が大きい。クリエイティブビジョンが参加するのも不思議ではない。
クライアント企業の部長が説明を始める。皆様ご存知の通り、複数の会社でコンペを実施させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。ヤマト社長は余裕の表情を浮かべている。そうだ。クリエイティブビジョンはこのクライアントの大口受注先だった。これは出来レースだろう。これほどの大手クライアントが小さな制作会社に本気で仕事を任せるはずがない。では、企画書の提出期限は2週間後。よろしくお願いいたします。会議室を出るとき、ヤマト社長が俺の耳元でつぶやいた。無駄な努力はしない方が身のためだぞ。結果はもう決まっているんだからな。その言葉に疑念が確信に変わる。でも、諦めるわけにはいかない。志田社長との約束がある。魂を込めた仕事をすると。今野さん。エレベーターに乗り込もうとしたとき、志田社長が呼び止めた。あの人が？はい。前の会社の社長です。志田社長の表情が真剣になる。絶対勝とうね。その一言に背筋が伸びる。必ず勝ちます。出来レースだろうとなんだろうと、俺たちにしかできない仕事がある。それを証明してみせる。オフィスに戻る道すがら、決意が固まっていく。これは単なるコンペじゃない。魂の戦いなんだ。よし。スケッチブックを開く手に力がこもった。これから始まる戦いに、俺はすでに準備ができていた。翌日から早速ヒアリングに向かった。プロジェクトの担当者は、クライアント側の営業統括部長だという。会議室のドアを開けた瞬間、俺は息を飲んだ。そこに座っていたのは、伊達。かつての親友で、サッカー部のエースストライカーだった伊達だ。今野、久しぶり。伊達の声は冷たかった。高校を卒業してから一度も会っていなかったが、彼は営業の世界でのし上がり、若くして大手スポーツメーカーの幹部になっていたらしい。そういえば、彼の父親がスポーツメーカーの会社を経営していた。そうか。この会社だったのか。まさかお前が来るとは思わなかったよ。その言葉には明らかなあざけりが含まれていた。横の席にいる志田社長に申し訳ない気持ちでいっぱいになる。こんな状況でどうやって勝てるというのか。では、企画のポイントをご説明させていただきます。志田社長が前に出ると、伊達は姿勢を正した。しかし、その目は完全に冷めていた。打ち合わせが終わり、会議室を出ようとしたとき、ちょっといいかな、今野。伊達に呼び止められた。志田社長に、先に行っていてくださいと告げ、俺は振り返る。随分と道を変更したみたいだな。伊達の声には皮肉が滲んでいた。イラストレーターか。夢を諦めて逃げた先がそれか。違う。俺は静かに、でもはっきりと言った。俺は逃げてなんかいない。今の仕事に誇りを持ってる。ふん、口では何とでも言えるさ。結局は行動だよ。伊達の目が鋭く光る。お前のせいで、俺たちの夢はついえた。プロサッカー選手になるっていうあの約束は。伊達。今度は俺が教えてやるよ。夢を諦めるってことが、どういうことなのか。その言葉には、明らかな敵意が込められていた。オフィスに戻る道すがら、志田社長が心配そうに声をかけてきた。今野さん、大丈夫？すみません、社長。今回は勝てないかもしれません。どうして？担当者の伊達は、昔の親友で、今は俺のことを恨んでいて。志田社長は優しく微笑んだ。あなたの強みを忘れてるんじゃない？え？あなたの絵には魂が宿ってる。それは誰にも否定できない。その言葉が心に響く。たとえ相手と因縁があっても、私たちにしかできない仕事があるはずよ。そうだ。伊達が俺を恨んでいようと、この仕事にかける思いは本物だ。スケッチブックを開く手が少し震えていた。1ヶ月が経ち、コンペの最終選考が近づいていた。最後まで残ったのは、クリエイティブビジョンと俺たちの会社だけだった。あと少しね、今野さん。深夜のオフィスで、志田社長は嬉しそうに微笑んだ。疲れた顔が月明かりに照らされて妙に綺麗に見えた。このプロジェクトが決まったら、私たち、もっと大きなオフィス借りられるかもね。椅子に深く腰掛けながら、志田社長は夢見るような表情を浮かべる。新しい人も採用できるし、あ、今野さんのチームも作れるわ。チームですか？そう。
今野さんみたいな、魂のこもった仕事ができる人たちを育てていくの。志田社長は腕を大きく広げてみせた。で、みんなでスポーツ業界を制覇なんて。社長らしくないですよ。もういいじゃない。たまには夢を見させてよ。窓の外では東京の夜景がきらめいている。オフィスには二人きり。なんだか心臓の鼓動が少し速くなる。ね、今野さん。私ね。その時、志田社長の携帯が鳴った。こんな時間にどうしたんだろう。はい、アートブレインの志田です。志田社長の表情がみるみる硬くなっていく。そんな。電話を切った志田社長の顔は血の気が引いていた。どうしたんですか？主要取引先の山田広告から突然の契約解除通知が。その瞬間、会社の電話も鳴り始めた。次々と舞い込む契約解除の連絡。これはどういうことですか？焦る俺に志田社長は震える声で説明した。どうやらアートブレインの信用に関わる噂が業界内で広まっているという。納期遅延や品質トラブルといった事実無根の情報が。まさか、携帯を手に取り、業界関係者に確認の電話を入れた。すると、驚くべき事実が次々と明らかになる。クリエイティブビジョンの営業からそんな話を。複数の取引先が同じような証言をした。クリエイティブビジョンの営業マンが来社し、さりげなく、アートブレインは最近、納期遅延が多いらしいですよ。品質トラブルの噂も、と話を持ちかけていたという。さらに決定的だったのは、友人から送られてきたメール。大手広告代理店に勤める彼が、偶然目撃した光景を教えてくれた。昨日、クリエイティブビジョンの社長が部下たちに指示してたらしいよ。アートブレインの悪評を流せって。俺が通りかかったのは気づかなかったみたいだけど。これは確実に大和社長の仕業だ。証拠を集めながら俺は拳を握りしめた。事実無根の噂を流してうちを追い込もうとしている。相手の弱みにつけ込むような卑劣なやり方。こんなの許せない。しかし、先手を打たれた俺たちはどうしようもなく、ただ契約を打ち切られ続けていった。翌朝、最悪の知らせが届いた。伊達の会社からのメールだった。この度は誠に申し訳ございませんが、今回のブランドキャンペーンコンペについて、記者との取引を白紙とさせていただくことになりました。そんな、志田社長が悲鳴に似た声を上げる。翌朝の会議室で、志田社長は呆然と立ち尽くしていた。こんなの、ひどすぎる。志田社長の声が震えている。今まで一生懸命に築き上げてきたものが、一瞬にして崩れ去ろうとしている。その現実に言葉を失っているようだった。社長、少し休憩しましょうか。会議室のテレビのリモコンに手を伸ばす。せめて気を紛らわせたかった。画面がつき、経済ニュースが流れ始めた。その時だった。緊急記者会見のお知らせです。大手スポーツメーカー、伊達商事の伊達部長による緊急記者会見が行われます。伊達商事は次回の全日本サッカー大会のスポンサーとしても注目されている会社ですね。思わず志田社長が声を上げる。画面にはスーツ姿の伊達が映し出された。懐かしい顔。本日は重要なご報告がございます。伊達の声が会議室に響く。まず、弊社の新ブランドキャンペーンについて、デザインを手掛けていただく会社について、慎重に検討を重ねてまいりました。記者たちが息を飲む。伊達はゆっくりと深く息を吸い、本日正式に決定いたしました。株式会社アートブレインにお願いすることに決定いたしました。志田社長が思わず立ち上がる。そしてもう一つ重要な発表があります。伊達の表情がさらに引き締まる。クリエイティブビジョンの大和社長による他社への組織的な嫌がらせ行為が発覚いたしました。さらに、弊社内部からも、これに加担していた者がおりました。記者たちがざわめく中、伊達は淡々と話を続けた。具体的には、事実無根の噂を流布し、取引先との契約を不当に妨害する行為。これは明確な業務妨害であり、法的措置も検討しております。これは、どういうことなの？困惑する志田社長に、俺は小さくつぶやいた。
すみません、志田社長。今野さん？実は昨日の夜、彼から連絡があって、昨晩の記憶をたどりながら、俺は静かに話し始めた。駅前の喫茶店を待ち合わせ場所に指定した伊達は、長い間黙っていた。コーヒーの湯気が立ち上る中、重い沈黙が続く。そして、ようやく口を開いたとき、ごめん。その一言に、俺は耳を疑った。俺、ずっと、あの日のこと後悔してたんだ。伊達の声が、かすかに震えていた。お前が事故った日、あんな冷たい言い方しかできなくて、なんで見ず知らずの人のためになんて、そんな言葉しか。拳を握る伊達。その手が小刻みに震えている。一番辛かったのはお前だったはずなのに、夢を諦めなきゃいけなかったのはお前なのに。なのに俺は自分のことばっかり。目をそらす伊達の瞳が潤んでいた。お前は人を助けた。それなのに俺はお前を責めた。最低の親友だよな。伊達。最初、お前を見たときは正直腹が立った。サッカーを諦めて逃げたんだって思ってた。コーヒーカップを見つめながら、伊達は続ける。でも、今回の企画書を見て、やっとわかったよ。お前、ずっと、ピッチに立ち続けてたんだな。伊達。伊達の声が震えていた。この中にある思い、全部サッカーじゃないか。選手の気持ち、観客の熱気、あの瞬間の高揚感。お前はそれを絵で表現してる。伊達の目が潤んでいた。むしろ逃げてたのは俺の方だ。お前のことを恨んでたふりして、本当は自分の弱さから目を背けてただけなのに、他者の提案はどれも同じようなものばかりだった。派手で綺麗だけど魂が入ってない。でもお前の案は違った。伊達の真剣な眼差しが俺に向けられる。選手たちの表情、一つ一つの動き、全部が生きてる。これを見た瞬間、これだって思った。伊達は深いため息をつくと、ゆっくりとコーヒーカップを置いた。でも、コンペ後の社内の空気は最悪だった。笹野社長を推している役員たちが、露骨にクリエイティブビジョンの案を押してくる。まるで、デッキレースみたいに。どういうことだ？役員の中に、笹野社長と昔からの付き合いがある連中がいるんだ。彼らは、このキャンペーンを彼に流そうとしている。でも、それじゃあ公平な判断じゃない。窓の外を見つめる伊達の横顔に、苦悩の色が浮かんでいた。笹野社長は、業界内で相当な力を持ってる。彼とつながりを持つことで、うちの役員たちも様々な利権を得てきた。だから、彼らは一生懸命になって、笹野社長の味方をする。それで、俺たちに何を？笹野社長の不正な取引関係を暴きたい。それには確かな証拠が必要なんだ。今、彼は一生懸命になってお前たちの会社を潰そうとしている。この機会を使って、彼らの違法行為を炙り出したい。伊達の声が震えた。もう調査は始めている。でも決定的な証拠をつかむには、もう少し時間が必要だ。その間、お前たちには辛い思いをさせることになる。わかった。俺は即答した。伊達が驚いたように目を見開く。そんなに簡単なことじゃないのはわかってる。でも、俺はまっすぐに伊達を見た。魂のこもった仕事をする。それが、俺たちの信念だ。その信念を守るためなら、今野。それに、俺は少し微笑んだ。俺はお前を信じてる。こんな不正がはびこる業界を一緒に変えていこう。伊達の目が潤んでいた。本当にすまない。そして、ありがとう。志田社長と会社の仲間たちのためにも、この戦いに勝たなければならない。証拠が揃えば、すぐにでも記者会見を開くよ。別れ際、伊達が差し出した手をしっかりと握り返した。それは新たな戦いの始まりを告げる固い握手だった。記者会見から1週間、業界は大きく揺れていた。クリエイティブビジョン、笹野社長が辞任。伊達商事、組織改革を発表。アートブレイン、過去最大規模の契約を獲得。新聞やニュースサイトには、連日、そんな見出しが踊った。大和社長の不正取引は、想像以上に深刻だった。記者会見の後、次々と新たな証拠が出てきた。贈収賄、不正な利益供与、取引先への嫌がらせ工作。業界の闇が一気に
白日の下にさらされた形だ。伊達商事でも大きな動きがあった。大和社長とつながりのあった役員たちが次々と辞任を表明。粛清とも言える大規模な人事異動が行われた。まあ、当然の結果だよな。伊達からそんなメールが届いた。正直、もっと早くやるべきだった。でもこれでようやくまともな会社になれる。お前のおかげだ。返信しようとしたとき、速報が入った。クリエイティブビジョン、笹野元社長を刑事告訴、背任容疑で。それを見て、かつての同僚たちの顔が頭をよぎった。でも、これは必要な痛みだった。業界が健全になるための避けられない通過点なんだ。今野さん、志田社長が声をかけてきた。新しい仕事の依頼がどんどん来てるの。依頼書、見て。その言葉にふと思い出す。あの事故の日のこと。サッカーを諦めなければならなかった絶望。でも、そこから新しい夢を見つけ、ここまで来られた。たくさんの会社からアートブレインの魂のこもった仕事が見たいって、本当に夢みたい。志田社長の声が弾んでいた。確かに、この一件以降、会社は大きく変わり始めていた。社員も増え、オフィスも手狭になってきた。来月から、隣のフロアも借りることになりました。笑顔で報告する志田社長。その横顔がとても綺麗だった。それから1年、業界の風景は大きく変わっていた。アートブレインは社員数50名を超える中堅企業に成長。魂の入った仕事は業界の新しい標準になりつつあった。伊達商事も若手中心の新体制で次々と新しいプロジェクトを成功させているらしい。お前さ、やっぱりすごいよ。休日、伊達と居酒屋で話していた時のことだ。彼の声にはかつて聞いたことのない温かみがあった。昔からそうだったよな。どんな状況でも諦めない。むしろ逆境を力に変える。ビールジョッキを見つめながら伊達は続けた。サッカーができなくなった時も新しい道を見つけた。しかも、その道で誰よりも輝いている。伊達、これからも変わらないでくれよ。俺の永遠の相棒として。いや、俺が言うのもおこがましいか。その言葉に胸が熱くなる。高校時代、一緒にボールを追いかけた日々。そして今、違う形で夢を追いかける仲間として。そんなことない。これからもよろしく頼む。それから、休日には一緒にスタジアムへ足を運ぶようになった。かつて自分たちが立っていたピッチを眺めながら、二人で熱く語り合う。あの選手の動き、絶対書きたいな。お前なら、あの瞬間の躍動感、完璧に表現できるだろ。スタジアムの座席に腰掛けながら、かつての親友と語り合う。昔みたいに夢を共有できる時間。そういや、ビールを飲み干した伊達がにやりと笑う。お前、社長とどうなってんの？なんか雰囲気変わってたぞ。別に。隠すなよ。お前、右手薬指に指輪してるじゃん。ああ。思わず右手を握りしめる。伊達の目は昔から鋭かった。マジかよ。いつの間に？いや、まだ内緒なんだけど。おいおい、親友に黙ってたのかよ。だって、タイミングつかめなくて。お前、相変わらず不器用だよな。伊達が懐かしそうに笑う。でもおめでとう。志田さんいい人だもんな。ありがとう。つうか、プロポーズの時もきっと不器用に告白したんだろ。うっせえな。笑い合う二人の声がスタジアムに響く。これも新しい形の幸せなのかもしれない。人生を通して終わりなんてない。どんな挫折も新しい始まりになり得る。大切なのは諦めないこと。そして自分の信じる道をまっすぐに歩み続けること。時にはうまくいかないことだってあるはずだ。でもそれは当然のことかもしれない。むしろその一つ一つがまた新しい可能性を開く鍵になる。